皆さんこんにちは。出演 X 坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただければとわかると思います。第8回1974年はノイズというテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1973年には裸のラリーズの最初のレコード作品が発表されました。それが OzDays Live ですが、このレコードにおいて裸のラリーズのギターの音にはファズというエフェクターがかけられていました。ファズというエフェクターにはその意味通り音を毛羽立たせる要素があります。一般にそれはノイズという要素であり、それまでの西洋音階以外の要素をクラシカルミュージックと言われる分野で使う試みは第二次世界大戦以後から活発化します。20世紀初頭の12音階は、例えば人間の感情を表現するのに長調や単調のような単純な調整では不十分だということで提唱されます。そうした森羅万象を表現し得る方法の模索の中で、音とは何か、音楽とは何かという問いへの答えとしての音楽が模索され始めました。そうした問いについてはジョン・ケージさんの4分33秒という金字塔が浮かぶと思いますが、音の探求はずっと続いてきたわけです。その中で生まれた技法の中の一つにトーンクラスターというものがあります。これは例えばピアノで演奏する場合、肘を使ってその範囲全ての音を鳴らすというように、ある範囲に存在する任意の音全てを鳴らすということで、塊として音を捉える試みとも言えます。トーンクラスターをオーケストラの曲として作曲に取り入れたのがクシシュトフ・ペンデレスキさんやヤニス・クセナキスさんです。彼らの作り出した音楽は空間を埋め尽くす音の波が絶え間なく続く、それまで聞いたことのない音楽であったわけです。なぜ西洋音楽の世界でそのような革新が一般化していったのかについてですが、それは西洋音楽には財布という概念があったからだと言われています。ですからアフリカやアジアで太古からそのような音楽は存在していたわけですが、それが譜面になることで初めて誰でも演奏できるようになったんですね。ドローンですとかトーンクラスターという技法の出現には、西洋で開発されたものではなく、人の流動性が高まった中での文化の相互関係を考える必要があるでしょう。ヤニス・クセナキスさんのトーンクラスターの金字塔といえるのがペルセポリスという作品です。この作品は1972年にレコードが発表され、日本版は1974年のリリースです。ちなみに日本版はジャケットが違うので注意しましょう。そしてこのクセナキスさんに師事した高橋裕二さんが1972年に帰国し、他の日本の作曲家たちと非常に活発な活動をしていたのがこの1974年頃です。高橋さんの作品の中で言及しておきたいのは、ピアノの弦に様々なものを挟んで鍵盤を鳴らした時に通常のピアノとは異なる響きを出すケージ・プリペアドピアノのためのソナタとインターリュードと、75年の作品でバッハフーガの技法をシンセサイザーで演奏したものです。プリペアドピアノはピアノという楽器に新たな演奏言語を持ち込んだものですが、そうした制作者が本来意図していない要素を音楽に持ち込むという行為は、拡張性というノイズの本質を浮かび上がらせました。プリペアドピアノはピアノという楽器の内包する拡張性イコールノイズを操作するという方向性での原初的な試みであり、それらは近年では例えば CD の音飛びの音を利用したグリッチノイズなどですでにポップミュージックの中に組み込まれています。フーガの技法ではシンセサイザーという新しい楽器が日進月歩で開発されていたことも見逃せない点であり、テクノロジーの進歩と音楽の関係性という批評空間に一石を投じた作品です。バッハがそれを作曲した時点では、例えばピアノという楽器は存在していなかったにもかかわらず、昨今ではそれはピアノでも演奏されているわけで、テクノロジーが作曲者の意図を超えていく場合、どこまでが解釈として有効であるかという試みです。また1973年には高橋裕二さんの妹である高橋亜紀さんのデビューアルバムピアノスペースがリリースされています。この作品はデビューアルバムでありながら、湯浅ジョージさんや一柳俊さんなど日本人作曲家からサティやクセナキスなどの近現代の作曲家の代表曲を網羅しており、それらは比類ないテクニックに基づく歴史的名演で、現代曲演奏の金字塔と言って良いでしょう。特に現代の最高難度のピアノ曲であるヘルマが収録されており、非常に価値の高いものです。ジャズの世界では1960年代後半から日本のジャズミュージシャンたちの中にフリージャズに傾倒していく方たちが現れます。
その代表ともいえるのが阿部薫さんと高柳正幸さんでしょう。阿部薫さんは主にサックスソロという形での活動が主体で、その表現は激烈な即興演奏であり、その場その場で生成される音楽は卓越した技術と深い精神性の融合で、その存在は現在に至るまでロックスターのような人気を誇っています。サックスという楽器の特性上、音の身体性は極限ともいえるもので、阿部さんの繰り出す演奏は大胆に無音部分を生かした実に日本的な演奏と言えるでしょう。聴き手は阿部さんと1対1の関係性を強いられ、そのような態度こそが阿部さんの成し得た音楽のある種の達成であると私は考えます。その阿部薫さんを熱心に批評したのが評論家である相田晃さんです。相田さんは裸のラリーズとも交流を持ち、一時期はリリースにも動いていたようですが、結局頓挫しています。相田さんの活動として確認できるのが、新潟で行われた自由空間と呼ばれるイベントです。このイベントのコンセプトに相田さんの思考が読み取れると思いますが、残されたドキュメンタリー映像では、幾度も北とかもっと寒いところ、寒い音という非常に関連的なことをおっしゃっています。私なりに解釈すれば、演奏の極北、音楽の極北という芸術の絶対領域の拡張への意思であり、またセリーヌの小説からのタイトル引用もあるのかと思いますが、この作品は未読なのでいい加減なことは言えません。残された映像では、何十年も下手なまま笛を吹き続けてきた男について相田さんが語っていますが、そうしたものにスポットライトを当てる方法論は、現代では主に美術領域においてはアール・ブリュットと呼ばれる非アカデミックな作家による作品への評価とつながるものであると思います。その際の評価軸は、自発性と固有の芸術論理の確立と、その内発的な芸術における喚起であると思いますが、アール・ブリュットとの違いを挙げれば、アール・ブリュットが作家によっては大衆文化を強烈に受け入れていることと比較して、ナイーブな視点にとどまっているのは時代的に仕方のないことだと思います。また、北という観念に関して言えば、物理的に北に向かうことで言えば、いわゆる前衛音楽の土壌をどこまで辺境へと拡張していくことができるのかという試みだったようにも思えますが、やや滑稽にも見えます。私自身が北海道の稚内市という日本最北端の町で生まれ育ったわけですが、毎年夏には大勢の人たちが稚内に向かってくるわけです。そこで人々は思い思いの体験をして帰っていくわけですが、私自身は物理的に移動しているわけではなく北にいるので、そこが中心なわけです。ですから都市に集中した人口がその都市に失望し、別の場所に何かあると思い物理的な移動に意味を見出そうとしているだけで、音楽とは無関係で、相田さんの北に向かい寒い音を鳴らすという試みは、それ自体が相田さんの表現行為だったと思います。そうしたイベントの企画者と演奏者との間の乖離は独特の後味の悪さを残すものだと思います。いずれにせよ、相田さんのように影響力を持った批評家の熱心な活動が当時の前衛音楽の間口を広げたのは事実ですし、理論的に脆弱でも動員するエネルギーに偽りはなく、そうした点は再評価に値すると思います。ジャズに話を戻しますと、高柳正幸さんがニューディレクションというグループで活動をしていたのがこの頃です。ニューディレクションは1971年の成田空港建設反対闘争に関わる原野祭にも参加しており、その活動は一貫して闘争という要素を持っていました。原野祭におけるニューディレクションの演奏に表されている通り、高柳さんの演奏は空間に向かって放出される熱量の高いものであり、演奏者同士の相国によって工事に向かおうとする試みです。その中で高柳さんの演奏は葛藤の比類ない歪みをすでに内包しており、その意味で再帰性を持っています。実際に高柳さんの試みは年を追うごとに順化していきますが、すでに共演者を必要としなくなるほどに内部での相国が極限を迎えた絶頂的な演奏として1991年にカダビーのテーマとして残されています。このように安倍さんと高柳さんとでは音の指向性が違っていたのであり、安倍さんの華麗さと高柳さんの彫刻、どちらも演奏の極北を体験できた素晴らしい時代だったことでしょう。ただ一つ残念なことですけれども、近年は高柳さんの作品のいくつかは再発してレコードリリースされていますが、それらの価格が通常の新品レコードの2倍以上なのは愚かなことだと思います。結果、買うことができるのは余分なお金を持った人だけになり、新たな聴き手が生まれるということもありませんし、彼らの作品を限られた人だけで楽しみたいというしみったれたマニアの慰みになっていると思います。レコードの付加価値は聴き手が決めるべきです。裸のラリーズに話を戻すと、
この頃ギターが歪み始めたことは水谷さんの演奏に決定的な影響を与えたと思います。音が歪むこととその歪んだ音を聞いた際に起きるイメージは表現のパレットに新しい色を加えたのであり、それはそれまで表現が不可能だった抽象的な概念の表現も可能にしました。そして水谷さんの演奏はこれら現代音楽やジャズの進化を踏まえたものであり、華麗さと彫刻を兼ね備えた演奏と言えるでしょう。1974年ノイズでした。この時期日本の前衛音楽は見事に花開くわけですが、それらは音とは音楽とは何かという根源的な問いに対してのそれぞれの個別の探求として発展していきます。その中でも特に日本において、例えば歪みやフィードバックといったそれまで音楽においては意味嫌われていたものをほぼ同時期に様々なジャンルで意識的に利用し始めたことは特筆に値すると思います。そうした状況下で裸のラリーズはロックという分野で強烈にその方法を推し進め始めたのがこの時期だったということです。次回1975年は反復というテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内和夫でした。